映画に興味を持ち出したのがちょうど1945年この日本の敗戦と同時にこのいろんな映画を見れるようになったことにこのアメリカそれからヨーロッパの映画にいろんな影響を受け出したということがあるわけだけれども、そういうこの自分の生きている周辺を焼け跡とか闇市とかそういうものに取り巻かれている状況を見ると、やはりその中にこの自分で傷を負いながら血を流しながらこの生きた若者たちに私自身が感情移入をしたし、そしてそういう人間のドラマを作ってみたいというようなことが犯罪映画に私自身がのめり込んでいった一つの表れだったと思う。1960年代というのはすごくこの青少年の犯罪も一番多かった時なのよね。50年代から多かったか。そして、バトルロワイヤルを取った時になぜこのいい年をしてそんな少年犯罪に興味を持つのかという質問があったけれども、それは私自身がこのちょうど少年期だった時にそういう事件に数多く取り囲まれたということが一つ。それからその時にいろんな映画の影響を受けたと言ったけれども、それはそういう状況の中で見るいろんな映画に影響を受けたのであって、その時にこの影響を受ける映画というものはアメリカ映画のようにこのハッピーエンドが貴重になる、つまりサクセスストーリーというようなものはそういうこの状況の中での少年には考えられないドラマ剣だったわけだな。だから僕自身の中ではむしろこのサクセスストーリーよりはこの挫折を基調にした映画の方が自分自身もやりたかったし、またそういうこの映画に惹かれたというのはアメリカ映画よりもヨーロッパ映画の方にこのことに惹かれたということとやっぱり関係があったように思う。それは今でも変わらないのであって、それはつまり自分が映画になぜ興味を持ち出したのかと、そしてまたこのなぜ犯罪をこのそういうふうに関心を持って取り扱うのかということと何か関係があるように思う。私自身の作りたい映画というものをこの追っていくと、いやおなくそれが商業主義の映画であっても挫折をテーマにした映画にいやおなくなってしまうというのはそういうことだと。黒トカゲを作り終わって、それですぐ似たようなこのシチュエーションに基づいたこのドラマを作ってほしいというオファーがあったんだけれども、それはどういう題材でいくのかということを決定するのにすごい時間がかかったということは先ほど申し上げたことだが、そして、そんなに時間がかかっては困ると、なるべく早くもう一本欲しいという要請があって、その時には原作もうすでに松竹で原作を抑えていた恐喝こそ我が人生、これはアクション映画だし、アクション映画ならもっとずっと手慣れていることもあったろうし、私が東映育ちだからね。それで、東映の若手の俳優松方弘樹というのを連れてきて、そして原作も抑えてあった原作をもとにして恐喝こそ我が人生を作ってくれというようなことがあった。それで、その方が黒バラの館よりも先に脚本がまとまりやすいということもあって、そっちを先に作ってしまったというような事情があった。恐喝こそ我が人生というのはある若者たちのグループがたまたま事件に巻き込まれたことをきっかけにして
一つのゆすり屋という恐喝者としてこの生きていこうと、そしてその可能性とそれから喜びを見出していくという話なわけだけれども、人間のつまり主要人物たちのいろいろな絡み方、交渉の仕方、それからこの友情あるいは男と女のある種の愛情というようなものを重点的に考えてみると、東映で作るこのアクション映画よりももっとずっとメロドラマティックな要素が強くなっているというふうに思う。また自分でも東映で、できることを何も松竹でやることはないのであって、松竹でやるんだったらやはりそういうこの若者たちの友情、男それから女性もいるわけだけれども、そういうこの大勢の人物たちがどういうふうに彼らの青春をこの生きていったかというもっともっとドラマティックな方向を意識したということが言えると思う。もう一つ東映の場合には必ず主人公たち、または主人公たちのグループがこのドラマの中で、設定されたあるこの悪の組織あるいは悪の個人を倒すことにこの一つのカタルシスを設定するという要請が非常に多かった。つまり、悪を倒しうるからこの主人公たちのグループは初めて善なる善というこの一つの立場を獲得できるという方向だったわけ。松竹の場合には必ずしもこの悪を倒すというところを最後にこの持ってくる必要もない。主人公たちの挫折で終わっても一向差し支えない。それまでのそこに至るまでのプロセスの中でどれだけこのビビッドなこの生き方を彼らが貫徹できるかということの方を重点的に置いた。その分だけこのある意味ではメロドラマティックとも言えるし、ドラマティックというふうにも言える、そういうこの企業としての要請の方向が松竹にそういうこの挫折のドラマでも差し支えない。むしろこの悪を倒すということにこのこだわった結果の無理なこのエンディングよりはむしろそういうこの挫折で終わってもこのナチュラルな彼らの生き方をビビッドに描くことの方を重要視するという2つの会社の違いがあった。それで私自身としてはこの東映と松竹とどちらの方がその頃作りやすかったかといえばむしろ松竹の方が作りやすかった。つまり東映のドラマ剣だと必ずこのエンディングというものは主人公がこの悪を倒すけれども同時に自分も死んでしまうという形か、あるいはこの悪を倒した結果としてこの警察に捕まっていくということしか考えられない。他のシチュエーション挫折で終わるというドラマはこの東映の場合には成立しなかった。またそういうことを成立させようとしてもプロデューサーをはじめとする松竹の首脳陣がそれを喜ばなかったということがある。松竹の場合は別に、そうではなくて、生き方が貫徹していればそれでいいというようなことがあったので、私自身としてはそういう一番最後に主人公が死ぬか警察に捕まるかというこの無理やりそこに押し込むドラマよりは松竹のドラマの方が作りやすかった。この時が松方弘樹という俳優を私が知った最初の作品。ヤクザ映画の場合には時代を50年か60年こう遡っていってもう衣装ももうすでに着なくなってしまったこの古い時代の着物を主人公が着てそのままこの
生活し、またそのままこの最後のカタストロフに向かって突っ走っていくというようなことが多かったわけだけれど、衣装をドラマの中で、つまり大正明治というような時代というようなことだけどね、つまり、明治大正に遡ってということだから、実際のこの映画が作られた時期よりも50、60年遡って、ドラマを作ったということ。そんで僕はそうではなくて、恐喝こそ我が人生というのは現代として作り、それから後の仁義なき戦いとか仁義の墓場とか、これも全部そういうふうに自分でこのリアルな時代に状況に設定して作っていったという違いです。松方弘樹もそれからこの丹波哲郎も僕以外の作品ではそういう任侠映画が随分多かったわけだけれど、僕が彼らと組んだ時には意識的にそういう任侠映画から遠ざかった。つまり他に鶴田浩二とかいろいろ高倉健とかいたわけだけれども、彼らとやる時もやはり任侠映画というこの世界から私自身が遠ざかるようにしてきた。それはやっぱり私自身がそういう方法の方が、またそういう方向が私にとって一番しっくりする形だったということです。松方弘樹自身がこの任侠映画、東映の任侠映画よりも私と一緒にした仁義なき戦いでこのやった人物というのが、その後しばらくこの70年代の松方映画の基本的なキャラクター、松方弘樹の基本的なキャラクターになっていったわけだけれども、それはやはりこの現代劇としての現代劇のできるスターという意味での松方の重要性を東映が感じ取り、またそういうこの松方に観客が拍手を送ったというようなこと、それがまた菅原文太とか他の俳優のその登場にも大きな影響を与えていたということが言えると思う。殺人ということよりもむしろ汚職、つまり、政治家をめぐる汚職というのが非常に60年代からこのはっきり意識されるようになってきた。そういうことがずっと後々にも続きながら、この田中首相の汚職事件につながっていくような体質というものは60年代からできてきたように思う。だからこの恐喝こそ我が人生というのもあるこのリアリティをもって観客に受け止められたというようなことを覚えている。東映でもヤクザ映画の中に例えばこの主人公の側に属する人間たちは自分のエモーションを貫徹したところでドラマが終わる。つまりこの悪を倒すけれども、その代償として自分も死ぬか警察に捕まっていくかというところで、一つのこの社会的な意味でのバランスを保ってるわけよね。観客との関係において初めてそこでそういうこの完結がこの観客の方も納得できるという終わり方をするということ。ところが僕がやりたいのは、そういうこの社会に対するこの反抗みたいなものがこのエモーションのバネになっているから、この悪を倒すだけではない、自分の欲望がどこまでこの貫徹されるか、それは貫徹されなくても、この途中で挫折してしまっても、やはりそういうこの一つのエモーションを歌い上げるときに初めて主人公は納得できるものだという認識が僕の中にあったし、私自身もそういうようなこの
少年期を送っていたからそういういやおなくそういうこのドラマの方向をたどったんだと思う。ただこの会社の方でもほらハッピーエンドの方がいいには違いないけど悪いやつがねつまり人殺しがそのまま警察にも捕まらず自分の命も落とさず済むようにはうまくいかないよそういうふうにはというこの認識は観客自身も持っているし観客が持っているということはその会社のプロデューサーもそう思っているということなのであって僕のたどる方向が間違いでなければこれは仕方がない。まあなんでそうお前の映画は暗くなるんだという文句は随分聞かされたけれどもしかしそれじゃこの主人公がそのままこのめでたしめでたしで終われるのかといえば誰もそれで、終わるべきだという返事はこのプロデューサー側も返せないわけだからやはりしょうがないなと。つまりそういう犯罪ドラマを作ろうとすればアクション映画の中にそういう犯罪を取り込もうとすればいやおなくそういう結末は避けて通れないということはこのどれほどこの頑明な頑固なプロデューサーでも納得せざるを得なかった。それがむしろ日本の極めてナチュラルな文化のありようだったんだというふうに考える。アメリカ映画の場合のように何でもかんでもハッピーエンドというのはこれは一つの興行性としてはこの分からないでもないしそしてそれがまた現実に今振り返ってみればそれがそういうアメリカ映画の流れが全世界を席巻しているわけだからやはり人間も随分変わったもんだと思うししかしまた同時にそれだけ人間のありようというものが今このハッピーエンドの思想ではどうしようもないところにまで今来ているというふうに思わざるを得ない。それが今のこの人間が突き当たっているこの一番大きな問題だと思うしこれからどうなるかということは私自身にも結論は出せないけれども少なくとも私自身が考えた犯罪映画の帰結というものは僕が作ってきた以外のものは僕には考えられなかったしそしてそれがまた今後もやっぱり僕の映画の中につきまとってき続ける一つの基本的な流れだというふうに今考えている。